それでは日本料理の最も基本となるカツオと昆布のお出汁の説明に入りたいと思います。まずカツオですけど、このカツオ節っていうのを用いて、これをこういう機械で、こう削っていくわけですね。ほんで削ったものがこのカツオ節、削りカツオになります。このカツオですけれどもね、こちらがお節、こちらが目節と言います。でこれ腹の方、こういうふうになってるんですね。でカツオをまずおろしまして、三枚におろします。でそれを湯がくわけですね。90度から95度ぐらいの間で1時間から1時間半ぐらい湯がきます。でそれをですね、今度は放寒っていうて、薪をいぶして、その煙でいぶしながら乾かすという作業を繰り返していくんです。これ本節っていうんですけれども、これですとその15回ぐらい、12回から15回ぐらいその放寒を繰り返すわけですね。まず3枚におろしたままこういう節にするのを亀節と言います。で5枚にこのように背と腹に分けて5枚におろしたやつをこういう節に仕上げたものを本節と言います。なので3キロ以下のカツオを用いた場合は亀節にします。でそれより大きいものは本節となります。本節はカツオ1本からこの4本と出るわけですね。で亀節は、その両側だけですんで、2本しか取れないわけです。でこのカツオ節で出汁を引く場合に、日本料理の場合他の世界の出汁と比べると実に、短時間で、さっと引いてしまいます。なんでそやのにそんな美味しい出汁が引けるかというと、このカツオ節を作る工程にあるんですね。まずそのカツオをおろしてから湯がく作業をしますね。で湯がいて、それを今度水に取るわけです。で皮とか骨とかを全部きれいに取り除きます。取り除いたものを今度その放寒というて、薪を焚いて、でその煙で、乾かしていくわけですね。でその亀節はだいたい7番火から10番火ぐらい、1回そのいぶして、で、いぶし時間はだいたい1時間ぐらいです。いぶしたものを一晩置いて、でまた次の日に同じように薪焚いていぶすわけですね。それを亀節は7回から10回繰り返します。で本節の場合は12回から15回ぐらい繰り返して、カチカチの節ができるわけですね。それを荒節と言います。鬼節とか荒節という言い方するんですけれども、まだこういう綺麗な状態じゃなくって、いぶしたタールがもういっぱいついて黒褐色、真っ黒系のカツオ節です。これをまずそのタールを削り落として、ほんで今度はそのカビ付けという作業に入るわけですね。種カビを噴霧いたしまして、それで、1日から2日ぐらいお日さんに当てて干して、でカビ付け箱というのに入れて、それから2週間ぐらい置いときます。そうしたら青カビが生えてくるわけですね。でそれを一番カビというんですけれども、またそのブラシで青カビを落としまして、でまたカビ付け箱に入れて、2番カビをつけます。この作業を4回繰り返して4番カビまでつけ終わったやつがこの本枯れ節という節になるわけですね。でそれを削ったものがこのカツオ節となります。これはもう血合いをきれいに取り除いた血合い抜きの本枯れ節ですので、もう癖もなく、ほんまに澄んだ
香りの出汁が取れます。で、カビ付けする理由っていうのは、カビをつけることによってそのリパーゼっていう成分が、脂肪分を分解してくれるわけですね。それからその脂肪分のなるだけ、少ないものの方が澄んだ清調な出汁が引けるわけです。でカツオってね回遊魚なんで、春から秋にかけて太平洋側をずっと日本列島を北上していくわけなんですね。まず春先にその、九州の鹿児島ぐらいで取れるやつを薩摩節って言います。でだんだん日向節とか、その土佐節ですとか紀州節ですとかだんだん上に上がっていくわけですね。でなるだけそのまだ脂肪が少ない春先のものの方が上質な鰹節ができるというわけですね。次にちょっとお昆布の説明をさせていただきます。はい、京料理に用いる昆布の話です。まずこちらが真昆布で、これが利尻昆布っていう昆布です。主にうちではこの代々2種類の昆布を使って出汁を引いております。まずね昆布の種類って皆さん何種類か知ってる昆布ってあります？まずこの利尻昆布、これどこで取れるか言うたら、昆布っていうのは総じてその北海道の周りと、東北の北の方でしか取れないんです。なんでか言うたらこれ冷たい海でないと育たないんですね。20度を超えたらもう成長が止まって枯れ始めてきます。で25度になりますともう死んでいくわけですね。だからそのなるだけ冷たい海でないと昆布は育たないということでございまして、まずこの利尻昆布、これはね北海道の北の方、稚内のさらに北西に利尻島という島があります。そことそのさらに北西に礼文島という島があります。うちではその礼文島のカフカっていうところの昆布を用いています。で同じ利尻昆布でも産地によってまた値打ちが違ったり、名称が違ったりいたします。これはカフカ産の利尻昆布。そして利尻島ですと有名なところが沓形、そして千法師、それから押し止まりですね。ほんで鬼脇とかね、その辺が利尻島では有名な産地になっています。で北海道ありましたら、まず一番北の方でこの利尻昆布が取れますよね。ほんでちょっとずっと東の方に行きますと羅臼昆布、羅臼地方で取れる昆布ですね。羅臼昆布ありまして、ほんでずっと回ってきますと、今度長昆布とか厚葉昆布っていう昆布が取れる地域があります。でさらにずっと下がってきますと三石昆布、これは日高昆布という名称もございまして、同じものでございますけれども、三石昆布という呼び方と日高昆布という呼び方があります。でさらに函館の方にずっとできますと、この真昆布の産地になるわけですね。これは三陸とか、北海道の道南ですねが主に産地になります。でこの真昆布ですけれども、これはね白口浜って言って、最上の真昆布とされてて、皇室に献上されているお昆布になります。で黒口浜とか本場織浜とかそういうところの昆布が有名ですね。もうちょっと北海道をずっと今度西の方上がりますと細身昆布っていう昆布がございます。大体それぐらいの種類の昆布が日本料理では使われておりますね。特にこの利尻昆布と真昆布、これが深々とした奥行きの深い澄んだ出汁が取れ
ので、京料理でも多く使われる種類になります。それではこの昆布と先ほどのカツオを用いて、だしの引き方を説明してまいりたいと思います。真昆布を使って、だしを引いてまいります。まず水を鍋に 4000cc 入れまして、この真昆布をですね、適当なサイズにカットいたしまして、これを 80g 入れます。でこのつけた状態でだいたい20分から30分ぐらい置いてから火にかけて